聴者の皆様おはようございます。エリックです。今回の動画は2025年11月14日に札幌市に行った時の様子をお届けしようと思います。サップは比較的手軽に始められるマリンアクティビティとして全国各地の水辺で楽しまれています。途中トラブルもありつつですが、とても楽しい時間を過ごせましたので、ぜひ最後までご覧になってください。いつも通り南大阪を出発して一路三重県滝郡大台町に向かおうと思います。今回訪れる宮川は関西圏でサップをされる方にはその美しさでよく知られている河川なんですよね。宮川ダム湖やその下流域での広い範囲でいろいろなマリンアクティビティを楽しむことができます。まずサップって何という方のために説明すると、正式にはスタンドアップパドルボードという名前になります。大きめのサーフボードのようなボードに立ち乗りして、ボートと同じく長いパドルを使って進みます。速さを競うレースやトリックを決めるフリースタイル、水上を冒険するツーリングなど、遊び方もたくさん種類があり、またそれぞれの用途でサップボードの形や材質なども様々いろんな種類があります。私は基本的にツーリングスタイルになるので、大きめで水切りの良い形状の安定するボードを使っています。自分もサップをやってみたいという方は、自分がどういったスタイルで楽しみたいかをまず検討していただいて、それに合ったボードを選ぶようにするといいですね。サップなんもわからんけどとりあえずやってみたいって人は、3万円ぐらいの初心者用セットを買うっていうのもとりあえず遊ぶにはいいのではないかと思います。安い初心者用セットのメーカーだとワンシート C プラスっていうメーカーがいいみたいですね。来年の夏シーズンまでにサップの道具紹介的な動画も作れればいいなと思っています。今回は紅葉の中でサップしたいなと思っているので、道中の紅葉には期待が高まりますね。でも最近行った人のポストなどを見つけられなかったので、現地の状況がちょっとわからないんですよね。とりあえず期待しながらのんびり山道を走っていこうと思います。高見峠の紅葉も綺麗ですよね。ツーリングだとよく展望台の看板の前で写真撮りますよね。峠を越えて三重県松阪市に入りました。本当にのどかなところですよね。大台町に入るところでさらにもう一つ峠を越えます。道が細いので気をつけて走行してください。奈良県中部から三重の松阪に抜ける道はほとんど信号がないんですよね。バイクツーリングとかでもストレスなくていいんですよね。南大阪からも三重は結構行きやすい印象があります。大台町に入って今日エントリーする予定の桜の里公園へもうすぐの場所まで来ました。この交差点を右に曲がってしばらく行くと、知人がやっている宮口小売店があります。こだわりの詰まったとても美味しいかき氷を食べさせてくれるので、ぜひ行ってみてください。いつもの小売店に行く流れで曲がってしまいましたが、桜の里公園は逆だったみたいです。そうそう、宮口小売店のかき氷はとても大きいので、お腹を開けてから行ってくださいね。来年暑くなってきたらサップでたくさん遊んでから食べに行くととてもいいと思います。大台町は大自然に囲まれた山間にあります。本当に自然が美しいところですよね。ここにではないですが、いつか古民家を買って田舎暮らしをしたいなとずっと思っています。田舎で暮らすなら農業とか林業とかに従事すると良さそうですよね。
あとはできたらキャンプ場とかやれれば楽しそうかな。さて、いろいろ話している間に本日のエントリーポイントに到着しました。さすがに平日なので空いてますね。暖かいシーズンの休日は場所取るのも大変らしいです。今のところサップの準備しているのは先客のお二人だけみたいですね。宮川は地元の人になるべく迷惑をかけないようにといろいろとルールが決まっているようです。ささっと準備を済ませましたので早速エントリーしてこぎ出そうと思います。本当ならバーナーとかキャンプ道具を持って行って温かい飲み物を飲みたいところなんですけどね。今回は防水ボックスが撮影機材でいっぱいなので断念しました。ちょっと残念です。この箱はパッキン付きのコンテナボックスで大きめのホームセンターに売っています。私は近所の缶詰で買いました。サップについているアクセサリー用のロープにカラビナを使って取り付けています。どんなサップにもバンジーコードは多分ついていると思います。念のためにゴミもかけて万が一転覆してもばらけないようにしています。さて、リーシュを足につけたらいよいよ準備完了です。早く川の上に漕ぎ出したくてワクワクしています。自分のサップはポーストのノーチラスというツーリング向けのサップになります。長さも幅も一般的なサップより少し大きめのモデルになっています。細かい道具類はまた別の動画で紹介しようと思います。宮川は上流の方まで漕いでいくと透き通ってきれいらしいので、とりあえず上流の方に向かっていこうと思います。今日はこんなに過ぎますが、連休ともなるとマリンアクティビティを楽しむ人でとても賑わうそうです。さすがに水温がかなり冷たいので、今日はスタンドアップしないパドルで楽しみます。同行する友人がいれば落ちても笑いになりますけど、一人で落ちてもただ悲しいだけなので、見渡す限り誰もいない独り占めの宮川とかなんて贅沢なんでしょうか。太陽が水面に反射してキラキラしてとても綺麗ですね。今日はエントリーしている人もほぼいないので川の真ん中をのんびり漕いでいますが、レジャー用のサップと速度差があるカヤックやレース用のサップ、ボートの人がいる場合もあります。周囲を確認しながらいけないというのは当たり前ですが、本来ならば少し潮に寄せて楽しむ必要があります。あとはすれ違う時の挨拶するのも結構大事ですよね。少し濁りが出てきましたね。綺麗に住んでいるところまではまだまだみたいです。橋をいくつかくぐるみたいですね。それにしても本当に独り占めですね。まさか来る場所間違えたんじゃないかなと思うぐらいです。宮川の川沿いは紅葉はまだみたいですね。残念ですけど、それでもとても楽しいです。着いた時に先に準備していたお二人が引き返してこられたみたいです。ちゃんとスタンドアップしているパドルのお二人と挨拶を交わしました。いやー、川なのに荒れた場所もなくて本当にゆったりとサップを楽しむことができますね。宮川には川沿いにいくつか滝や支流などもあるみたいで、一日中遊べそうな気がします。さて、しばらく滝を眺めた後はまたのんびり上流に向かって漕いでいこうと思います。ここら辺は紅葉したらめちゃくちゃ綺麗で映えるんだろうな。また来週来れないのがちょっと惜しいです。
タイムラプスするとまだまだパドリングが下手なのが分かりますね。左右にフラフラしちゃってますね。支流から流れ込んでくる水は本当に透明ですね。一気に川底まで透き通ります。宮川でサップをする方は場所の目処をつけるのに何番目の橋っていう方が多いみたいですね。日陰になっているところはさすがに少し肌寒いです。また一つ小さい滝がありました。滝の名前とかついてるんでしょうか。調べても出てこなかったんですよね。こんなに小さい滝でも少しずつ岩を削っていっているのが分かりますよね。飛んでくる水しぶきがかなり冷たいです。早く透き通っている上流部まで行ってお昼を食べようと思ってたんですけど、ちょっと行き先の様子がおかしいですね。川がフロートでせき止められていますね。これは越えても大丈夫なんでしょうか。重機が置いてあるし、ここから先は工事中ってことなんですかね。それともいつもこんな感じでしょうか。視聴者さんの中でご存知の方がいたらぜひコメントで教えていただけると助かります。判断がつかないので、ひとまずここで朝食を取ろうかと思います。パンとカフェオレを食べながら、これ以上行って問題になるのもなぁとどうしようか悩みます。濁ってもいないし、見た感じはいけそうなんですけどね。川にはいろんな人の生活が関わっているので、なるべく迷惑をかけないようにしてサップを楽しまなければいけないですよね。今日は一人ですし、何かあっても困るので、とりあえず引き返すことにしました。次は事前に情報を収集してまた来たいと思います。それかダム湖の方でもエントリーしたいですね。薄曇りだった空が晴れて、太陽の光が強くなってきましたね。やっぱり晴れてる方が気持ちいいですね。日差しが強くなったからか、川床に自分の影が映っていますね。上流は本当にもっと透き通るみたいですが、ここでも川の水は十分にきれいです。広範囲にさらさらと水が流れ落ちている場所がありました。日が差し込むとさらにきれいに見えます。肉眼ではきれいに海が見えているんですが、カメラには映りませんでした。なんとドローンからの映像だと虹がちゃんときれいに映りました。わあ、そろそろドローン回収したいのに通信状況が悪くて思うように戻ってきてくれません。手を合わしてたらやっちゃいました。うわー、やらかした。高度を下げた時に水面が地面として判定されてしまって着陸してしまったみたいです。
スマホでのマニュアル操作だと前からたまに挙動不安定だったので危ないなとは思ってたんですけど、案の定やっちゃいましたね。焦って回収しようとしてカメラまで落としそうになりました。兵士なら何のことはないことも焦るとダメですね。全然ドローンのところまで行けません。不幸中の幸いでまだ手が届く岩の上に落ちてくれたので回収はできそうです。慌ててサップまで転覆させたらもう笑えないのでバランスを崩さないように手を伸ばします。無事回収して速攻電池を取り外してから機体を振って水抜きをします。淡水であれば通電させずに乾かしたら復活することも多いのでそれにかけるしかないですね。ドローン水没というハプニングはありましたが、もしかしたら落とすかもという予感がしていたことと、実はもう1機のドローンもカーポチから復活しているので今回も大丈夫だろうと思っていました。まあダメな時は優勝保証で交換してもらえるので最悪それでいいかなと思っています。へこんでいても仕方ないので気持ちを入れ替えて袋も楽しもうと思います。支流からの透き通った流れ込みのところでカメラを水中に入れてみてみましょう。小さい魚がたくさん泳いでいるのが見えますね。透明度が高くて本当に綺麗です。来年の夏にはここでサップをしつつ水中を撮影しながら泳ぎたいですね。とてもいい絵が撮れそうですよね。さてそろそろ疲れも出始めたので戻ろうと思います。パドリングがまだまだ下手なので左右に頭を振ってしまいますね。簡単なようで難しいです。もっと上手くなればまっすぐ漕ぎ続けられるんでしょうか。まだまだ始めたばっかりなのでもっと上手くなりたいですね。川とか湖って割と身近にあるものなんですけど、普通に生活してるだけではその上に漕ぎ出すことなんかなかなかないですよね。バイクの林道走行なんかもそうですけど、身近にある冒険って感じでとても楽しいですよね。やっと帰ってきました。今は散ってしまっていますが、ここは桜の季節はとても綺麗そうですよね。今回実際に訪れたことで宮川が人気がある理由が分かった気がします。冷たいから水に足を入れたくないんですけど、他の皆さんはどうやってランディングしてるんでしょう。桜の里公園には水道はありますけど直接洗ったりすることは禁止のようです。雑巾を濡らしてサップと道具を拭いて後片付けをしていきます。このタイムラプスみたいな速さで片付けられたらもっとサップに行くのが手軽になるんですけどね。撤収作業も終わったので運動の後はやっぱり美味しいご飯ですよね。桜の里公園とても気に入ったのでまた次は春の桜の季節を訪れたいですね。駐車場所を確保するのが大変みたいなので早めに来て車の中でのんびりするのが良さそうです。じゃあ帰ろう。帰る前にご飯食べに行こう。腹減った。この近くにハンバーガーが美味しいカフェがあるのでそちらに向かいたいと思います。およそ400メートル先、目的地は右側です。上陣里公園、ここも降りれるんですね。桜の里と上陣里からサップができると。空いてる。さすが平日。
着いたのはブーケというおしゃれなログハウス風のカフェになります。エントランスからおしゃれですよね。少し山小屋っぽい雰囲気も感じます。おしゃれ。スロープを上がっていくとお店の入り口があります。ログハウスとか憧れますよね。こんな家があったら住みたいくらいです。店内奥のテラス席からの眺めはこんな感じです。最高の景色ですよね。今日は少し肌寒いくらいなので室内でのんびりさせてもらおうと思います。室内も外見と同じく木目の柔らかい質感がとても暖かく感じます。日差しがよく入る隅っこの席に座らせていただきました。店内が暖かいのと疲れでちょっと眠気が出てきます。外を見ながらぼーっとしてたら番号が呼ばれました。これがブーケのクラシックチーズバーガーです。ボリューム満点でジューシーなパティと新鮮な野菜の組み合わせがたまりません。ご飯食べたので、このまま帰るとね、地元の帰宅ラッシュに思いっきりぶつかっちゃうんで、時間潰してから時間ずらして帰ろうかなと思います。ちょうどね、この近くに無料キャンプ場じゃないですけど、川遊びができる広場が無料で使えて、そこを泊まってもいいっていうところなんですよがあって、そこに行く前にコンビニ行って、そこで昼寝して帰宅の時間をずらしてラッシュ避けて帰ろうかなと思います。本当は泊まりたかったんやけどなとね、明日やることいっぱいあって、明日というか最近やることがいっぱい多すぎて大変なんです。いいね、こっちもいいな。この橋の下とかもサップで来れたりするんでしょうか。楽しそうですよね。サップでたくさん漕いで疲れたところにお腹もいっぱいになってしまって結構眠くなってきました。なんとなく結構すぐそばにあるイメージだったんですが、思ったより距離がありましたね。眠気に負ける前に早いところキャンプ場にたどり着きたいところです。やっと到着しました。ここはサハラ浸水広場という場所でとてもいい場所なんですよね。着いてすぐベッドで寝落ちして気づいたら8時過ぎになっていました。そろそろ帰ろうと思います。今回の動画はそろそろおしまいになります。サップから見る景色はどうでしたか？この動画がいいと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。See you again, see you again. I don't wanna pretend. Let's do it again, do it again. It's worse when you're not here. Let's turn the clock back.